When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは。ネイリストのミカです。今日は100円ショップセリアのネイルコーナーではなくてラッピングのコーナーに売られていたオーロラのジップバッグを使ってとっても簡単でキラキラ可愛いネイルデザインを紹介したいと思います。ネイル用品じゃないものを使うのって結構私は好きでなかなか楽しいかなと思いますので、もしよかったら皆さんも動画を見ながら真似してやってみてください。それではスタート。それではまずは使用していくアイテムを紹介していきます。一つ目はこちら、100円ショップのセリアで購入したんですけども、このオーロラジップバッグ S と書いているものなんですけど、こんな感じのね、ラッピングのところにありました。かなりオーロラ感が強い、こういうラッピングのところに置いてある小さな袋です。こちらとレティジアパーツグルージェルを使います。こちらはパーツをくっつけるときにも使えますし、トップジェルとしても使えます。そして今日みたいにぷっくりしたデザインをするときなどにすごく使えるジェルです。カラージェルはレティジアのパーマネントローズを使います。ちなみにパーマネントローズはこんな感じのシアー感のあるピンク色になっております。そして同じくレティジアのアメジストパープル、こちらもシアー感のあるカラーなんですが、このぐらい濃い紫色になります。そしてレティジアノンワイプトップジェルを使います。あとはちょっと根元にサマーパーツをのせたいので、こういう夏っぽいシェルとか人手とかが入ったようなサマーパーツと、あとはホワイトオパールとかオーロラとかのストーンなんかを使っていきます。でジェルクリーナーとコットンを用意してください。今日はね、ハサミを使います。ちょっと細かい作業をしますので、こういうネイル用のシザーというものがあると便利です。でそれに合わせてピンセットもご用意ください。以上になります。それでは早速やっていきましょう。ではまずカラージェルをのせていきます。で今日はチップに行いますので、もうそのままカラージェルから塗っていきますが、もし地詰めに行うという方はプレパレーションしてからベースジェルを塗って硬化し終えてからスタートしてください。では爪の表面にパーマネントローズをこのようにランダムに3箇所くらいポテポテっとのせます。そしたら隙間を埋めるようにしてちょっと少なめに取ったアメジストパープルをこうやってのせて全体をちょっと混ぜていきます。ちょっとマーブルみたいな感じで、このパーマネントローズのカラーがアメジストパープルのブラシについて、ブラシがちょっと汚れてしまった場合はキッチンペーパーなどで拭き取ってからボトルに収納してくださいね。ではこの状態でライトに入れて硬化します。これだけでもかなり可愛いネイルなので、よかったらやってみてください。それでは次にこちらのオーロラジップバッグをこのようにカットします。そうするとこう袋になっているので2枚重なっていると思います。でこのままカットしていきます。最終的にはこういう感じのデザインにしたいので、このねぷくっとなっている部分、こっち向きにしたら涙型みたいな形をしているんですけども、その形にこれをカットしていきます。で真ん中にあるのが一番長い涙型で、その両サイドにあるのがそれの3分の2ぐらいの長さのもので、一番端はもっとその3分の2の半分ぐらいの短いものになりますので、長さ的には3種類を作っていきます。この時カットの目安なんですけど、爪の横にこうやって持ってきて大体の長さっていうのを先に測ってから、その中で涙型を作るようにするとやりやすいです。で、さっき言ったみたいに両サイドは同じサイズになっていますので、こうやってね袋の形をうまく利用してこうつながっている状態で切ってあげると、1回切るだけで2枚できるのでおすすめです。では切っていきましょう。はい、ということでこんな感じのものができました。では、さっき硬化できたので、この上に
ノンワイプトップジェルを塗ります。でノンワイプトップジェルをたくさん塗りすぎると横にどんどん流れてしまうので、少し薄めに塗ってください。塗れたら硬化する前にさっき作ったオーロラの涙型をペタッと上にのせていきます。よいしょ、ペタペタッと。一番長いのを真ん中で、その次に長いのをこの横に貝殻の形になるようにこう放射線状に広がっていくようにのせます。こんな感じですね。わかりますかね。ちょっと似たような色なのでちょっと見にくいかもしれないんですけど、こんな感じでペタッとくっついております。ではこの状態でライトに入れて硬化します。はい、硬化できました。硬化できたらジェルネイル用のパレットですね。レテジアのカラーミキシングシートとジェルネイルブラシなんですが、レテジアのスリムロングライナーというこのように細くて長いブラシを使います。パーツグルージェルをカラーミキシングシートの上にのせます。このまま取り出してもいいんですけど、ちょっとね取り出しにくかったりするので、今回私はパレットの上に出しますが、めんどくさいなという方は直接ボトルから取ってもらってももちろん大丈夫です。ではスリムロングライナーのブラシに割とたっぷりめにこのようにパーツグルージェルを取ったら、先ほどカットしてのせたオーロラの上をなぞるようにパーツグルージェルをのせていきます。この上をなぞるようにしてすると、そこだけぷっくりとして、しかもオーロラの感じがね立体的になって、すごい光を反射してすごく綺麗になります。でのせ方はジェルをポテッとのせたら根元に向かってだんだんこう細く、さっきカットしたような形に引いていきます。できたらライトで硬化します。もしスリムロングライナーでやっていてちょっとこう長いのでね便利なんですけど、私はちょっとしなりすぎてやりにくいなと思った方は、さっきよりもね短いライナーブラシでもやりやすいです。ではさらにもう一度重ねてもっとぷっくり感をプラスしていきます。パーツグルージェルはねぷっくりさせれるだけじゃなくて、結構光沢もありますので、硬化した後透明感が高くて、あとはねしっかりとツヤも出てくれます。あとねこれを使って長さ出しをすることもちなみにできるので、ジェルで長さ出ししたいという人はこちらを使ってみてください。はい、では硬化します。はい、硬化できました。こんな感じです。いかがですか？では根元に、ちょっとねサマーパーツとかをつけていきたいと思いますので、こちらもパーツグルージェルを使います。根元にちょっとこうやってパーツグルージェルをのせて、どんどんパーツを置いていきます。はい、こんな感じで小さなねパーツをこうギュッと押してパーツグルージェルの中に埋め込むようにしてもらえれば取れにくくなります。ではライトで硬化します。ではジェルクリーナーをコットンに染み込ませて、表面に残った未硬化ジェルというのを取り除いていきます。未硬化ジェルをしっかりと拭き取ることができたら、はい、ということで完成です。いかがですか？ぷくっとした部分にだけこのオーロラのエフェクトがかかった感じになっていて、個人的にはすごい可愛いなと思うんですけども、皆さんはどうですか？とっても簡単ですし、100円ショップで売られているものっていうのを使ってできますので、よかったら皆さんもやってみてください。こうやってねこう動かすと、このぷくっとしたラインのところだけがオーロラに輝いてくれるので、すごく可愛くないですか？はい、ちなみに他の色でもいろいろ作ってみたので紹介します。じゃーん、こんな感じです。キラキラカラージェルは全部レティジアのものを使っていて、こちらは今日使ったアメジストパープルとラピスブルーを混ぜました。でその横、こちらはカドミウムクリアオレンジとプライマリーイエローを使ってます。でこちらはトルコブルー単色になります。でこっちは今日やったやつなのでアメジストパープルとパーマネントローズですね。
はい、こんな感じの組み合わせなので、レティジアのカラージェル持ってるという方はぜひ真似してやってみてください。はい、ということで今日の動画、今日のデザイン良かったよと思ってくださったらすごく嬉しいです。以上で100円ショップのあるものを使ってできるとっても簡単なオーロラに輝く貝殻ネイルのやり方でした。はい、皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。とってもキラキラで可愛いですし、100円ショップのアイテムでできるっていうのがちょっと DIY ネイルな感じがして楽しいなと思いますので、ぜひぜひやってみてください。ということで、今日の動画良かったよと思ってくださったらグッドボタンやチャンネル登録、そしてインスタグラムの方も更新していますのでフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、また次の新しい動画でもぜひぜひお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。